カケルだよ。封刃した相手の冥福を祈ってるの。そうなんだ。カケルさんたちは？今はいない。また汚れ刃？そう。怪我してたでしょ。大丈夫なの？あんなかすり傷全然平気よ。ならいいけど。私らだって好きで消してるわけじゃない。え？ついてきて。なんだお前ら。ここが私の作業場。そっか、あなたが鞘を作ってたんだっけ？これが鞘の材料？そう。ハイデラに収められてた仏像や寺の柱、床板、天井、そういうものを集めてきてるの。あ、いった。あーね、大丈夫？気をつけてよ。だね。でもなんでハイデラの？ずっと人の祈りを受け続けていたものが突然受けられなくなったらまた欲しいと思うでしょう。汚れに侵された人の邪念を受け止めて浄化するにはちょうどいいの。なるほど。ああ、聞かなきゃよかったって顔してない？いや、そんなこと。いるのよね、こういう話生理的に拒否る人って。はい。まあとにかく先祖代々昔から私たちは汚れ刃を封刃してきた。封刃師ってそんなに昔からあるの？そうね、江戸が都になった頃にはあったみたいよ。そんな昔から？ああ、もっと前かもしれない。詳しい話は親父さんか翔に聞いて。あっちが本家だから。本家？そう、封刃師の本家。私は鞘を作る沈め鞘師。じゃあカケルさんも？カケルは違うよ。もともとは一般人。あんたと同じ汚れが見えるものだっただけ。え？カケルの母親は汚れ刃で殺された。殺したのは実の父親。父親は汚れに取りつかれたの。カケルも殺されそうになったけど親父さんたちに助けられた。もう大丈夫だ。汚れ刃無事使わず。目の前で父親が消えたのよ。カケルが。好きで相手を消してると思う？ねえ、持ってみる。
相手を消さないで封刃する方法はないの。あったらとっくにやってる。ごめんなさい、さっきの思ったより深かったみたい。ちょっと待ってて。大丈夫か？お前。人崩れの印。もうここまで。はい、三条です。まさかあなたから連絡が来るなんて。で、聞きたいことって？熊代由美のことだ。彼女はあんたに何を話した？マスコミも記事にしない、警察も上にもみ消される。それでも人々に危険を知ってもらいたい。それを私に託したの。これ以上被害者を増やしたくない、そういう気持ちだったんだと思う。汚れに侵された頭で普通ならありえない。でも彼女はやった。少しでもみんなが気にかけるように。目処はついたの？フードの男の。姿は見た。彼女の記憶の中で。そんなことできるの？ああ。封刃師になったのは汚れが見えたせい？あなたの過去、カレンさんから聞いた。いつ？汚れって何？病はこの世の邪気だって言ってたけど、なぜ私たちには見えるの？シンさんみたいに人を救いたいってそう思ってだから封刃師になったんだ。
起きた。師匠、かける目を覚ましました。師匠。さあ、ここは貴福寺。おお、目が覚めたか。いや、よし、だいぶ毛刈りは抜けたな。なんでここに？ああ、ぶっ倒れてていつまでも起きないからここに連れてきたの。師匠なら何とかしてくれるんじゃないかってね。哲也さん、すいません。哲也じゃない、煙鉄だ。とっくに沈め鞘師は引退したよ。お前がいつまでも師匠師匠って呼ぶから。師匠は師匠っす。今だってかけるの治療しっかりやれたじゃないですか。まあ人を救うのが坊主の仕事だからな。昔の知識が役に立ってよかったよ。あとはカロリー補給。これ食うのか？ダメージ回復、体力つけないと。重いね。終わった後はもっと重くなる。待て。どこへ行くつもりだ？汚れ刃を持つ男を封印しに行くつもりか？かけるには任せられない。あいつの体はボロボロだよ。それでお前もボロボロになるか！それは許されない。お前は生き残らなければならない。封神師の技を残すために。それが本家の役割だ。そろそろカケルも目覚める頃だ。貴福寺へ迎えに行ってやれ。それでまた汚れ刃と戦わせんのか？あいつが人間じゃなくなるまで！戻りました師匠。師匠？逃げろカレン。かけるを連れて今すぐ。でないと俺がお前たちを殺す。師匠！こいつはすごいな。確かにどいつもこいつも殺したくなる。どういうことだ？カレン！師匠がやられた。奴がここに来たのか？じゃなきゃ汚れ刃を持つわけがない。ありえないことがあるからこの世は面白い。見えたかかける。もっと見ろ！あの時お前は死んだはずだ。確かに俺は死んだ。だが蘇ったんだ。
こいつのおかげでな。お前の技では俺は止められん。汚れ刃。せいぜい楽しめ、哲也。そうだ。真が汚れ刃を生む男だった。俺は奴のおかげで手に入れた。この汚れ刃をな。やってんのかける。あんたの仕事は封刃することでしょ。しっかりして。師匠もそれを望んでる。彼、思いを残せ。鞘に思いを。師匠。かけるさんはちょっと後にしてくれるかな。分かったんです。汚れ刃を生む刀のこと。かけるさんに伝えたいことがあって、あの刀は鬼神って言うんです。父が調べてました。話を聞かせてくれ。かける。シンさんもそう呼んでました。鬼神と。あ、この方はニューズデイズ編集部の三条さんです。例の汚れが見える。ああ、美咲と申します。その話、ぜひお聞かせいただきたい。私の父は方面新聞の社会部の記者でした。父が汚れ刃について調べていたことは西江戸大学の山井准教授のメモで知りました。覚えてますよね。汚れ刃の持ち主だった。ああ。実家に取ってあった父の取材メモの中からこれを見つけました。簡単に言えば、ある企業が戦時中に汚れ刃を持つ人間に生体実験を繰り返して汚れ刃を作る刀を作ろうとした計画です。彼らはその刀を鬼神というコードネームで呼んでいました。一企業が汚れ刃を。おそらく裏で動いていたのは国だろうな。皆さんの方がご存知でしょうが、汚れ刃を持つ人間は殺傷能力も高く不死身です。白兵戦に投入できれば無敵の軍団になる。そのためには汚れ刃の出現をコントロールする必要があった。どうかしてんな。私もそう思います。そんな馬鹿げた計画を考えなければならないほど当時のこの国は追い詰められていたんだろうな。戦局の悪化によって実験を行っていた研究所は閉鎖され、研究内容も隠蔽されました。
父は独自のルートで何人かの関係者から証言を取っていたんですが、これ以上は踏み込めず、結局この記事を出すのは断念したそうです。それを新さんが。美咲さんから行くの？かける。師匠の仏像で作ったの、これで。師匠円山を。頼むぜ相棒。やっぱダメか。おい、危ねえだろ。テイさん、早く逃げて。でも変なことが。いいから早く逃げて。何言ってんだよ急に。こっち。これじゃなんで？いいから。どういうこと？新さん、それが鬼神。どうやらいろいろ知ってるようだな。ええ、あなたが一度死んだはずの人間とか。はあ、間に合った。よくやった彼。やっぱり新さんなのか。あ、よくここが分かったな。居場所が分かったのが簡単すぎる。俺たちをおびき出してその隙に別の相手を狙う。あとはカケルの勘だ。俺の前に姿を見せた時彼女もいた。煙鉄さんの次に狙うなら彼女だと思った。いい読みだ。相手の動きの先を読め。あんたが教えてくれたんだ。ああ、覚えてるよ。これで邪物が入らずゆっくりとお前とやり合える。そこまでそちらの読み通りってわけか。見ろカケル、俺を切った刀でお前を切るつもりだぞ。こうやってそいつらが俺たちを捨て駒にしてきたんだ。あんたを封刃できればそれでいい。あとは将がいる。見事な飼い犬っぷりだ。もう大丈夫だ。汚れれば封刃つかまつる。
ましたね。風神士候補は一旦こちらで預かって教育するのが決まりです。そいつは分かってる。だがこいつがここがいいと言っている。わざと送り込んでるな。その記憶を思い返すたびお前の体に汚れがたまる。因果なもんだな。風神師の宿命、バカくせえ。結局誰も救えやしねえんだ。その挙句相棒に切られるなんてバカくせえ人生だ。それ以上言うな。死にたくねえ。そう思ったらこの鬼神を握っていた。あんたはそれに操られてるだけだ。それがどうした？それがあんたの弱さだ。封刃するか、この俺をお前にて。風神捕まってる。かける！邪魔だ！どうだカケル、お前の中の汚れが今にも爆発しそうだ。さあ来い。どうだカケル、これで俺と同じお前も下道だ。かける来るでしょ。迷うなカケル、最高だぞ。昔の仲間に鬼神を突き立てるのは。
御栗谷伊吹君、風神師としての腕は折り紙付きです。安心して沈め座屋を預けてください。三条さん、あなたの調べは真実でした。戦時中、ここが鬼神の研究所でした。ここは？そう、護道真を葬った場所とそう離れてはいない。下道に落ちかけた風神師は浄化の儀式を行った後土に返す。それが古来からのしきたりですね。それが今回は裏目に出た。護道真の亡骸が開発途中の鬼神に呼応し、7年の時間をかけて汚れをためて護道の肉体をよみがえらせた。下道に落ちるほど汚れをためる風神師だから鬼神を作ることができる。そう護道は思って小相模君に幾度も封刃させていた。カケルも鬼神を？カケルの足取りは？警察にも連絡した。私の部下が追っているのですぐに見つかるはずです。大相模かける封刃させてもらう。次の封神師か。あとは引き継いだ。安心して。あなたなら作れる。人を残す鞘。今度は邪魔しないようにしなきゃね。ねえ、大丈夫？持ってみる。逃げろ！俺たちがお前を必ず元に戻す。行け！何を考えてんだ、翔！言ってちょっと怒鳴らないでくれるかな。ふざけるな。なぜカケルを逃がした？まさか本家が風神の邪魔をすると思いませんでした。勉強になったろ。いい加減にしろ。翔、ちょっといいから来て。これって。そう、店のテーブルを解体してそれで鞘を作った。これにかけると私たちの思いが詰まってる。この炭に血を垂らして。血？そう、あの時作った鞘で封刃した時肉体が残りかけた。師匠の時もそうだった。かけるの血が鞘についてた。
鞘に思いを、そう言って師匠は消えた。思いを。この血にかけるへの思いを乗せる。封刃するとき、吸収した汚れの代わりに私たちの思いをかけるの体に注ぎ込む。それで体は残る。信じて。かけるから人崩れの印は消えていた。護道と小上が現れました。よし、行ってくれ。鬼神の殺戮衝動を使うとは考えたな。だがそれは徒労だ。あれを見ろ。汚れが溜まってる連中山ほどいる。この鬼神できればその溜まった汚れが一気に吹き出る。膨らんだ風船はやがて破裂する。それと同じだ。汚れ刃が生まれるのは世の断り。俺たちはその手助けをするだけだ。うるさい。今は護道を封刃する。お前はその後だ。それでいい。まずはその女を切れ。鬼神の切れ味を楽しめ。
ちがお前は俺に封じつかませ大丈夫？あんまり手間かけさせんなよ。さすがだよ相棒。まさか本当にやるなんて。そうか。よくやった。大したもんだよ。やはりな。来ると思っていたよ、シン。シン、思い出せ。俺とお前はここで訓練を積み、封刃師として生き、封刃師として死ぬ。それをお前も特進していたはずだ。本家のご都合だな。俺への恨みか。だったらなぜ最初から俺を狙わない。カケルを狙うなんて回りくどいことをする。汚れ刃をこの世にあふれさせる。それがお前たち封刃師への一番の復讐だ。カケルはちょうどいい手駒だった。なんだと。潰させてもらうぞ。ここにある鎮め座や全て。それがお前の狙いか。お前は真じゃない。真の意識を食った汚れの化身だ。だからカケルに鬼神を持たせ鎮め剤を潰す。全ては汚れ刃の増殖が狙いだ。お前はここで止める。何？やはり汚れ刃を生むほど汚れはたまっていないか。鞘は向こうか。今頃カケルが貴様の息子と女鎮め鞘師を殺しているはずだ。もうお前たちに打つ手はない。その傷は塞がらない。灼熱の痛みに焼かれ死ぬまでのたうち苦しめ、何もできない己を恨みながらな。やめてくれ。
親父。親父さん、親父さん、俺だ。かけるか。よく頑張ったな。やられた。ストックの沈め剤も全部砕かれた。じゃあ汚れ刃は封刃できない？鬼神も？もしものためにストックを我々に保管してくれとはじめさんにお願いされました。はじめさん。腰痛動が狙われるって分かってたのか。小相模君が戻ってくることもね。親父さん。護道は私の部下が追っています。もう失敗は許されません。みんなに話がある。護道真の行方が分かりました。今私の部下が足止めしています。今度こそ終わらせる。貴様らも汚れ刃を生むことはできんか。かける？悪いね。かけるが返してもらったよ。決着をつけるぞ。沈めざやか。腰痛はじめを甘く見た。小賢しい。だが俺は止められん。今度は止めてみせる。師匠を超えられるか。お前は杉さんじゃない。ただの汚れの塊だ。俺がお前を封刃する。やれるもんならやってみろ！
沈めざやごときでこの鬼神を封刃することはできん。人の気はよこしまう。人がいる限り汚れは消えん。確かに人の心に邪気はある。でも人の思いは鎮めることができるんだ。その傷も消えんぞ。灼熱の痛みが死ぬまで続く。
かけるさん